祝第3小豆島まで就航開始、新からかい上手の高木さんラッピングフェリーに乗ってきました。というわけで皆さんお元気でしょうか。スージーと申します。今回は2024年10月11日にめでたく就航開始しました新高木さんラッピングフェリーに乗ってきましたんで、そちらの動画や写真を紹介しながらいろいろ感想を話していこうかなと思います。よろしくお願いします。まず第一に本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですね。まさか新しい高木さんのフェリーができるとは思ってなかったんで、今までも高木さんフェリーはあったんですけども、新造船ということで今回の高木さんフェリーめちゃくちゃパワーアップしています。ちょっと前回の日じゃないぐらい高木さん要素マシマシで、どこもかしこも高木さんでした。というわけでいろいろ話をしていきたいんですけども、まずこの高木さんの新しいフェリーは香川県の高松港から高木さんの聖地小豆島の土庄港を結ぶ乗車時間1時間ぐらいのフェリーです。そして船の外観には超巨大女神高木さんのイラストが描かれております。こちらはね、今までも第2小豆島丸でも描かれていたんですけども、それを引き継ぎで第3小豆島丸でも超巨大女神高木さんがお出迎えしてくれるって感じですね。で、前回の高木さんフェリーは各窓に、いろんな高木さんや西方で他のキャラクターたちのイラストがあしらわれていたりとか、壁とかに高木さんや西方が描かれていたんですけども、今回はね、高木さんと西方の数がめちゃくちゃ増えました。いろんな衣装を着た高木さんやいろんな表情をした高木さん、西方が描かれてて、もう船を作った方の本気度が伺えますね。もう小豆島の方の本気度というか、めちゃくちゃありがたいですね。で今回はね、動画をちょこちょこ撮ってきましたんで、動画に合わせながら話していけたらなと思ってるんですけども、こうやってフェリーを乗っていきまして、早速この壁際に高木さんがあしらわれているんですよね。これ今までなかったんで、もう乗った瞬間に、前回よりもパワーアップしてるっていうのが伺えましたね。で、階段登っていて、で、船内へと向かう階段を登っていくんですけども、ここにもうすでに、この通路の窓にも、こうやって三人娘が描かれていました。前回はね、こういうところにはなかったんで、もうここですでに、なんかさらにパワーアップしてるっていう。で、三人娘に迎えられながら船内へ入っていったんですけども、もうこの入り口に高木さんのイラストが、これもね、前回なかったです。で、めちゃくちゃびっくりしたのがここですよね。このキャラクター勢揃いオールスターですよね。高木さん、西方をはじめ、クラスメイトたち、そして田辺先生と。すみれちゃんはね、描かれてなかったんですけども、残念ながら、この絨毯式のところですね。で、ここで寝転がったりとかもできるんですけども、さらにこの壁面に巨大な高木さんの、劇場版のイラストがもうドドンとね、これでもかーってぐらい高木さんが描かれて、いやー、しかもね、いいシーンばかりなんですよね。神社で花と出会う前だったりとか、西方が虫送りに誘おうかどうしようか、高木さんを誘おうかどうしようかって考えてる橋のところだったりとか、劇場版のオープニングでグリコをしたシーンだったりとか、そして高木さんと西方の花との出会いのシーンだったりとか、いやー、高木さんも西方もいい表情してますよね。花も超可愛いと。で、そこにはソファーがあるんで、あそこで座ってくつろいだりとか、記念撮影したりとかもできますからね。こんなドドンとね、描かれてることにまずびっくりですよね。そして窓側ですね。ここにもね、高木さんと西方がたくさんこんな感じで描かれています。いろんな席に高木さんと西方のイラストが描かれていて、前回とかは2、3箇所ぐらいあったんで、高木さん席をゲットするのって結構大変やったんですけど、今回はいろんな窓にね、2人が描かれているんで、もう席の争奪戦になる必要がないとね、こんな感じでいろんな高木さんと西方が所狭しと描かれていて、そして壁にもね、こうやって高木さんと西方が描かれていて、からかい上手の高木さんっていうね、タイトルがね、もうしっかりとね、見て取れる。作品を知らない方が載ってても、からかい上手の高木さんっていう作品がなんかすごく推されているな、みたいな、めっちゃイラスト出てるな、みたいな感じで、作品のね、認知度向上にもね、繋がりますよね。で、またこの2人がね、からかい、からかわれみたいな、チョイスもね、素晴らしいですよね。で、今回驚き要素の一つとして、このテーブルですね。前回テーブルは高木さん、西方描かれてなかったんですけども、テーブル席での高木さんのこうやって描かれ方、西方の描かれ方、めちゃくちゃ良くないですか。2期オープニングのシーンなんですけども、いやー、あれはそもそもデザインがめっちゃ良かったんで、こうやってテーブルになることによって、なんか普通にデザイン的にいいテーブルだなぁと、映えますよね、すごく。ここでね、ゆっくりしたりとか、あとうどんもね、船内食べれるんで、そこでうどん食べるとね、すごくいい感じに収まります。うどんを乗せたトレイがね、すごく写真映えする、いわゆるインスタ映えする光景が撮れるんじゃないでしょうか。そして、こちらのテーブルもですよね、2期のこのオープニングの高木さんと西方のこの背中合わせのシーン。ここのシーンもね、すごく色使いが鮮やかで美しくて、さっきのテーブルもそうですけど、すごくデザインセンスを感じるなぁと、うまい使い方をするなぁって感じがしますね。で、こちら側の窓にもしっかりと
高木さんと西方がいっぱい描かれています。で、まあ船内をね、散策していたんですけども、ここもね、びっくりしたんですよね。超巨大からかい上手の高木さんロゴ。めちゃくちゃでかくないですか？これ、船内の階段上がっていて、船内に入った瞬間にこれが目に入ったらさ、えって思いませんか？これはインパクトありますよね。圧がすごい。アピールがすごい。いや、これはいい感じにデザインしてくれましたよね。さあ、そして今回の大きな一つの目玉と言ってもいいでしょう。それが、このデッキに向かう階段の踊り場にあしらわれている巨大高木さんと西方ですね。いつもの高木さんと西方のポーズって感じですね。この踊り場で、この階段登っていったら、ドーンとね、高木さんと西方がいる。これはね、またインパクトありまして。で、タイトルロゴもここにあるんで、ものすごく写真が撮りやすい。記念撮影するにはうってつけの場所ですね。高木さんと西方と一緒にね、記念撮影できるということで、僕もここで記念撮影しました。いや、ここまでデカデカとね、高木さんたちをラッピングしてくれるとは思ってなかったんで、これはまた嬉しいですよね。一つの今回の目玉だと思います。で、ここが展望室ですかね。たくさんね、ソファーがあって、瀬戸内の海を眺めながら航海を楽しめるっていうね、場所なんですけども、ここにもね、こんな感じでテーブルがあって、まあ今回ね、僕アクスタ持って行ってなかったんで残念ながら置けなかったんですけども、ここでね、アクスタを置きながら撮影するっていうのもね、すごくいいと思います。で、こちらが船の尾翼ら辺ですかね。でっかいオリーブがね、バッとね、あしらわれていて、で、外の眺めもね、とってもね、良かったです。で、こっちはまた船内に向かう別の階段なんですけども、さっきはね、反対方向は三人娘だったんですけど、で、こっちの窓の方は男性キャラがね、高尾、浜口、中井くん、そして木村ってね、描かれているんですけども、その先には大きい高木さんがね、お出迎えしてくれます。これ階段上がって、パッとね、もう目に入るのが高木さんなんで、いやーすごくね、またこれもテンション上がりますよね。わー、来たなーって感じがしますよね。そして壁面にはね、おっきな高木さん3機のこのテザービジュアル、メインビジュアルですかね。しかも西方も一緒バージョンですよね。なかなかこうやって西方のところまでしっかり映してるバージョンっていうのは、まあ、ちょっとレアではあるんで、こんな大きくね、壁面に高木さん描いてくれてるのは、またこれも可愛らしいと。そしてこちらはね、もう小豆島に着く直前の動画なんですけども、高木さんの奥に見えますのは、角屋製油ですね。小豆島の名産品ごま油、私たち小豆島育ちって感じで、高木さんと角屋のね、ごま油コラボね、やってましたんで、いや、本当にね、高木さんとのコラボめちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ、そんな感じでもう間もなく小豆島に到着いたしますという動画です。ほんとね、穏やかなんですよね、波が。高木さんの新フェリー、やっぱり心臓線だけあって、揺れも少ないし、音もね、小さくなってるんですよね。で、乗り心地がね、純粋にめっちゃいいです。いろんなリクライニング席だったりとか、テーブル席だったりとか、まあ、先ほどの高木さんオールスターの絨毯のところだったりとか、まあね、1時間ありますんで、すごくね、ゆっくりくつろげます。もちろんね、船内を散策して、高木さん、西方をね、楽しむのもありなんですけども、純粋に移動手段として、いや、この船めっちゃいいなと思って、これはできる限りやっぱこの第3小豆島丸、高木さんフェリーで移動するのがマストじゃないかなって思いますね。高木さんが好きな人も、純粋に小豆島に旅行に行く人にもめちゃくちゃおすすめです。そして、無事小豆島に着いた後は、高木さんフェリーの出港のお見送りをしてきました。僕は船にあんまり詳しくないんですけども、やっぱり今までの船よりも加速がいいらしくて、なんでもしかすると、小時間もちょこっと縮まってるかもしれませんね。劇場版のおいおいをしながら、高木さんフェリーを見送らせていただきました。第3小豆島丸、まあこんな感じでめっちゃ大きいんですけども、なんか思った以上に、想像以上にもう動き出すと早いんですよね。シューってね、出港していって。で、僕たちが島を離れる際に、偶然フォロワーさんにお会いしまして、おいおいでお見送りしていただきました。いやー、めちゃくちゃやっぱり嬉しいですよね。こちらもおいおいでお返しして、三人娘のシーンを彷彿とさせるような熱烈なお見送りを受けながら、また高木さんフェリーで小豆島を離れ、高松の方に僕は戻っていきました。という感じで、ざっとね、紹介させていただいたんですけども、前回のね、高木さんフェリーをご存知の方やったら、めっちゃ増えてるやんって。やっぱりね、思うと思います。超パワーアップしてます。で、今回紹介した高木さんと西方のイラストは、本当にごく一部です。さすがにね、全部を紹介するわけにはいかないんで、この他にもいろんな窓とか壁とか、いろんな表情をした高木さんや西方、衣装を着た高木さん西方がたくさん描かれていますんで、ぜひ小豆島に聖地巡礼行かれる際は、高木さんフェリーに乗って、実際に自分の目でこの高木さんフェリーをね、堪能してほしいと思います。やっぱりね、小豆島に聖地巡礼に行くっていうその前段で、これだけたくさんの高木さんや西方に歓迎、お見送りされてたらまたテンション上がりますからね。こんなに素晴らしい高木さんフェリーを作っていただいて本
本当にありがとうございます。噂では、第二小豆島丸の高木さんフェリーが引退するんじゃないかみたいな噂を聞いて、ってことは高木さんフェリーなくなっちゃうのみたいなことを思っていたんですけども、まさかの新しい船で、新高木さんフェリーとしてね、こうやって活躍してくれるってことは、まあ、めちゃくちゃ嬉しいですよね。こうやって小豆島に行く船で大々的に高木さんをフューチャーしてくれる、描いてくれるってことは、そんな船はもう2、3年じゃなくならないんで、もう当分の間は、小豆島の方々も、からかい上手の高木さんという作品をすごく愛してくれるんじゃないかなっていう思いもあって、原作のからかい上手の高木さんシリーズ、元高木さんや西方さんの最終巻も発売されて、一旦区切りをついてしまったんですけども、その発売日と同じ日に新しい高木さんフェリーが就航するってことは、なんか僕の中ではある意味、新しい高木さんのスタートなんじゃないかなと、そういう気もして、もう高木さんファンとしてはめちゃくちゃ嬉しいし、今後もからかい上手の高木さんという作品を愛していきたいなと改めて思った日でしたね。本当に素晴らしい船をありがとうございます。皆さんもぜひ小豆島に行かれる際には、新からかい上手の高木さんフェリーに乗って、高木さんの世界観を、そして小豆島への旅行をね、楽しんでいただければなと思います。というわけでよかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。すーじーでした。じゃあねー。